若かりし頃の私はまんまと騙されてしまってですね、そのお金を無残に持ってかれるっていうことがやっぱりあったので、経験の少なさ、本当に無知の無知、ここをオープンしてまだノリノリの頃、いいじゃんいいじゃんって思った休憩所があったら、やめとけっていいよってみんなが。でも私は欲に目がくらんだわけですよ。スタッフをちゃんとした場所で働かせてやりたい。ここは雨漏りだらけだ。1店舗失っとるけん。半地面師みたいな。3000万ぐらいはあったんです。それ踏み倒すつもりだったんやと思うよ、最初から。関係ないに出てしまえば。破産したら人をこう信用しすぎたみたいな。経営というのは情だけではやっていけねえんだと思って。あの時が一番なんかパン作るってなんなんやろうと思った。そういう人らのためにお金を稼ぎ来るわけやないのにと思って。ここほうきがないんよ。昔やけんさ、何でもできたんよ昔は。ブーランジェリーメゾン辻の辻佳代子です。愛媛県の東温市でパン屋さんを始めて11年目になりました。今さ、私バツにないんだけどさ、バスに真剣騒動で子供の面倒を見ついたんけん、お客さんの中でお昼に持ってきたもん。私のしんどさは今それや。朝お昼コントに買ってる。当時っていうパン屋があったんですよ。そこをね、うちがすごいボロいけん、そこを辞めるってなったんよ。うちは廃業するって。それそこそこのいい建物やった。そしたらスタッフのね、休憩所もある、バックヤードもある、最高やんって思った。もともとパン職人になるつもりは全然なかったんですけれども、医学部に入って、医者とかそういう医療の道に進みたかったっていうのが大きかったんですけれども、いろんなことがあってその道を諦めざるを得なくなった時に、たまたま異色同源っていうのを目にして、これだったら勉強しながら人に喜んだり楽しんだりしてもらえるのではないかと考えてパンの道に入りました。で最後ね、受かったのはね、ドンクだけやったんよ最初は大変やったけど、基本的なところはできたらちゃんと使ってくれるとこやけん。ここをオープンしてまだノリノリの頃、いいじゃんいいじゃんって思った休憩所があったら、でここにね、何人かとこうみんなでルーティンしながらやっていったらいいじゃんって思ったんですよ。やってきた伝統はあんまり崩したくないのだけど、その周りに付随するものは崩していいと思ったんや。伝統は今までやってきたことやから敬意を示すみたいな。その人たちがその時代頑張ったことを踏み荒らしてはいけないなっていう気持ちがすごいあるんですよ。でそしたら蓋開けたらとんでもない負債を抱えているわけですよ。パン屋の持ち主がね、3000万ぐらいはあったんです。で抵当に入った時、その金を返さんと私がのかんといかんのに、それを知ったのは改装後でした。改装後に知ったんですよ。32歳の私は。みんなと同じことができるのにその次なんてないやん。だからその敬意を示して、今の時代の自分はそれを敬意を示しつつも新しいことにチャレンジするみたいな。敬意がないと始まらんと思うんですよ。土日とか150何本ぐらい作るのかもしれない。平日は約80から100種類、土日は120種類から150種類を。製造は一人でやる？一人やし、土日は一人でやるよ。やめとけっていいよってみんなが、このやつはいかんけんやめとけって。でも私は欲に目がくらんだわけです。だからあそこを拠点にすればいいんだ、こっちになんかちょっとしてと思った。カフェにして、そのやつを返さんといかんかった。貸すっていう名目で、貸すやないですか、お金貸したんですよ。じゃじゃじゃーん。今日のスケジュールは朝9時から出勤して、で焼いて、で夜の2時3時までやる予定であります。日中に人が訪ねてきてくれたりするじゃないですか。私にとってはそれが相当喜びなんですよ。存在意義がすごくある。だから人との時間を最大限に日中は過ごしたいんですよ。例えばスタッフでもそう、お客さんでもそうですけど、一つ一つが生きて体があるからできること。
職人にしか出せないオムラがあるんですけど、それをこう日々楽しませてもらってます。下の名義と上の名義が違っとって、私はその契約書上は全部借り取ったよね、契約書上は。だけど実際は下の名義がその親族の方やったよ。で親族の方の下の名義はお父さんだよね、この言うたら上の。意見契約書上は私の方が強いんだけど、今度この下の地面の家賃を上げるよって言われて、今結局何時までやって3時半までやった。でもね、終わらんかったけど帰ったもん。頑張ってもしゃあないわと思って、でちょっとパンだけ焼いて、朝3時から焼けば当日と一緒やろ。だいたい平日が20万ベースぐらいで、土日が4、50万ぐらいで、年商はだいたい7、8000万ぐらいをうろうろしてます。でもそれって法律で2年間の猶予があるのよ。2年間の猶予があって、その間に何とかせんと、その間は今の家賃でやれるんやけど、もしそこで続けることになった場合には、その2年間分の幅の家賃を一括で払わないかってことですよ。で、私は裁判にした。死ぬほど働きたいの。だって働きたくても働けん人がおる。やりたいことがやってもできん人がある、この世の中には。私にとって働くとは、深く考えたこともなかったですけど、喜びが大きいです。自分が好きでやってるパンを、なんかお客様が美味しいよとかありがとうとか、もうすごい喜んでくださる姿を間近で見て、逆に私の方が感謝の気持ちというか、やりたいことをやらせてもらっている、お客様からお金をいただいて、かつやりたいことができている、もうそういう状態が内から湧き出る喜びにつながっているので、働くとは喜びを与えられることやと思ってます。そんな中、やりたいことができて、頑張れば頑張るほどみんなが認めてくれる、こんな国ないよ。で、言うたら女の子の社員とその人が結局付き合っとって、そういうことにどんどんなんか自分らがパン屋しようみたいな。もともとね、パン屋さんしようってけん、ある程度パン屋さんできるやん、自分のとこが戻ってきたら。で、私が貸し取るけん、それ踏み倒すつもりやったんやと思うよ、最初から。で、ある日通知が来て、その家賃を上げるっていうのと、その退去するか残りの金を払うかみたいな。みけん、給料前貸ししとるけん、前貸ししとる分の月半年間あったんよ。で、半年払ってなかったんよ。そしたら前貸しって本当あんま良くないらしくて、それは私が勝手にしたことなんやろって言われたんよ。だけど材料にはこだわって、なんで材料にこだわるかっつったら、異食同源やから、それバクバク食べんとちゃんと噛んで飲み込んでもらえるようなパンにしてるわけです。ここにあるパンはみんなの生活に寄り添えるパンであってほしいと願ってます。とにかくよく噛んで味わって食べてほしいっていう思いを持って作ってるんですけれど、なんで噛まないかといけないかというと、やっぱり唾液が出て、それを消化で吸収していくっていう人間の体のシステムに沿ったものを食べてもらいたいなと思って勝手にしたと。年初回とってもあんま効力がないんやって、ああいう給料とかになったら。そうだけど、私はもう一つさらに買い取ったんよ。ちゃんとサインさして、向こうにも母印もさして全部買い取るやつがあって、それで助かったんやけど、最後はかけグラタンってやつをね作りんやけど、焼いちゃいます。でなんかね、バターやけんちょっと焦げるけん、ちょっと火入れていく。こっちは溶かしていく。痛い思いせんと成長もできんし、痛いっていうこともわからんやん。今の時代は小麦はいけないとかすごい言われてるんですけど、あれは結局柔らかいものを食べ過ぎてるんだと思うんですよ。なぜ食べ過ぎてるかというと、よく噛まないから満腹中枢がいっぱいにならなくて、もっともっとって食べてしまう。質の悪い砂糖が入ってて、どんどんそれが体に溜まってしまう、抜けなくて。
自分が下積み時代にすごく実感して、そういうものは作りたくないなって思って、本当にいい材料、いい小麦、いい作り方、いい発酵と取ればおのずとよく噛まないといけないし、噛めば噛むほど旨味も出てくるし、で人間の体にも悪影響を与えないパンが出来上がるっていうことに気づいて、理解されないかもしれないんですけど、一見すごく分かりにくいので、なのでそういうパンを置いてます。なんていうパンは次の一口へのモチベーションやと思ったのよ。でそこの上も買い取っとったよ、私は。パンよね。しかもね、そこね、地目がね、河川敷やったんよ。宅地やないやんみたいなところまで駐車場にしとって、蓋開けたらめちゃくちゃなことしとったんやけど、朝来れんけん今は。それが一番辛い、生きとって。生きにくそうっていうの多分それやと思う。いいもんがいい状態で出せん、自分の思う。やっぱ一番焼きたてがいいやん。本当はカット売りにしてあげたらいいのかもしれないんですけど、いっぱい食べたい人もおればちょっとだけ食べたい人もおる。でもやっぱ売り手としたらその人その人にやっぱり合わせていくのってとても大変なので、やっぱりその中で選んでもらって大きく切り分けることによって誰かとシェアしたい。で小さく切り分けてる人は自分で食べきれるサイズ、おのずとそれぞれが選んでいける楽しみっていうのはあるんじゃないかなと思って、それである程度均一にするんですけど、やっぱりちっちゃいやつもそのまま出してます。河川敷を店に広げとって、自分らが勝手に広げとったよね。広い駐車場があっていいなと思ったら河川敷やったね、それ。地元が自分らのじゃないんよ、県のやったよ。見て買えんよね、県で河川敷やしね、えらいカビが生えるなこの家って思って新しいのに、結局上門は保育園まだ全部私のなんやけど、その書類上はね、やけどもう裁判してあれした時、私がただただ負債を負ったっていう、返したけどね、あれが一番辛かった。なんなん私は何のお金をこれ使いよみたいになってね保育園にね、送り迎えせえって言って送っていきよ、偉い。自分もそうなんですけど、何か一つ子供のために手間をかけてやりたいっていう気持ちって世の中のお母さんって多いと思うんですよ。でやっぱり働いてたら自分の時間もないし、子供にしてあげれる時間もすごい少ない、限られてるから、その中で、一つ手間をかけてあげることによって愛情というか、その思いが伝われば少しでもいいのかなって思うようになって、この前は塩辛かったけど今日はいいけど次はなんか相当すごいのが来たぞみたいなのがお母さんのご飯や。それを人間はずっと食べるわけですよ。人は死ぬ時に最後に何が食べたいのかってよく質問があると思うんですけど、実際に本当にそういう間際になったら、お母さんの、お嫁さんだったらお母さんのご飯が食べたいっていう方がほとんどって聞いて、それだったらそういうことを自分が独立するにあたってはたくさんの人に実践していけたらいいのではないかという考えがどんどん生まれてきて、母さんの味は毎日味が違うことです美味しい時もあれば美味しくない時もある。誰かのために大嫌いな野菜を入れることもあれば、好きなものを作ってくれる時もある。忙しい時はラーメンの日もあるかもしれん。だけどとんでもなく豪勢なもんが出てくる時もある。ブレブレなのがお母さんの味です。相当やばいんよ。その人たちはまだいるんですか？おる。漢方に挟んで乗っとったけど会社は。って思ったらさ、でも今考えたらね、今の私が考えたらやめとけって言う。そんな潰れたとこ行くなって。ここで地道にやりよったらいつかちゃんと立てれるんやって言う人は絶対信用するんやけども、やっぱりちゃんと最後まで確認するってことよね。何かお金が動くこと、1円でも動くことはその時は言いづらかったんよ。地目は誰なんとかで、知識も薄いけんはっきり言えんのよね。大丈夫なみたいな感じのぐらいしか。やっぱり周りの言うこと聞くべきよね。
あの人はいかんっていうのは。次の店舗とかも全部自分が動いたんやけど、自分が動いて自分ができんことはしたらいかんなって思うよ。お金を動かすのは100円とかあげるんじゃないやん。でもそれさえもしたらいかんのやっていうのは学んだ。だから今厚着してるんです。そう常厚着しとる。暑い、めっちゃ暑いのに果てしないけん慣れてきたい。暑いのに果てしないやん。なんでこんなパンやって暑いと思う時ない昔から。もう慣れてしまえと思って。もうあそこは銀行から頼まれたんよ。やってやってって言って。だからね、やっぱ若い人ね信用するんよ。でもそれぐらいの額で済んだけよかったよね。とんでもない額背負う人もおるけんね。あの時が一番なんかパン作るってなんなんやろうと思った。こういう人らのためにお金を稼ぎよるわけやないのにと思って。知り合いの方からつゆさんのパンめちゃめちゃ美味しいっていうのを聞いてて、なかなかちょっと行く機会なかったけど勇気を出して入ったらやっぱりめっちゃ良かったんで、はい、美味しいしお客様を見てると古き良き日本の家族像っていうのはほとんど崩れてるなって感じてることが多くて、お手軽とかフードロスとかいろんなこと表向きでこうはなってるんですけど、実際には食に対して大事になさってる方も多いんですけど、あるのが当然、豊かなのが当然って思ってる方もやっぱりたくさんいらっしゃるので、それは当然ではなくて誰かの頑張りがそれをつないでて、だからいただきますとかごちそうさまっていう言葉があってっていうのをここから先もし40年あるとすれば、そういうのが教えたり伝えられるような存在になっていきたいなと思ってます。パンは並べて置いて終わりのイメージがすごい高いと思うんですけど、そうではなくて並べた後もパンは勝負があって、どんな顔をどういうふうにお客様に見せていくのか、焼いて加工してその後も並べて、で最後、接客まで至るんですけど、全ての工程がパン作りだと思っていて、何一つかけてもパン屋さんとしてなり得ないところがすごく面白いです。